三国志にはいろんな見どころがあるけれど、コマロが三国志の中で一番好きなエピソードは何だ？俺はやっぱり冒頭の桃園の誓いだな。劉備関羽張飛の3人が義兄弟の契りを交わし、願わくば同年同月同日に死なんと誓う場面。何度思い返しても胸が熱くなるぜ。はあ、あれは三国志きっての名場面だな。ただあれは実際にあった話ではないって知っているか？人の夢を壊すようなこと言うなよ。実際にはなかったなんてなんで断言できるんだ。本当にあったかもしれないじゃないか。100% なかったとは言わないとしても 99.9% なかっただろうな。この動画ではなぜそう言えるのかを探っていこうと思う。おう、じゃあ見ていこうか。まず現実と物語の違いを簡単に整理するぜ。この前提がないと話が進まない。三国志の変遷。そう、まず現実の劉備関羽張飛や曹操諸葛亮などの活躍があり、彼らについての記録が三国を統一した秦の時代にまとめられた。真珠の表した正史三国志だね。その後1000年ほどの間に三国志を元にした物語が民間で講談として盛んに語られた。その中で劉備関羽張飛が義兄弟の契りを交わしたというエピソードや、その他にも多くのエピソードが加わった。ほう、ここでフィクションの要素がいろいろ入ってきたんだね。そうだ、劉備が善玉、曹操が悪玉という役割になったり、諸葛亮が神がかり的な天才軍師の役割になったり、一騎打ちが盛んに行われたりするのもこの間に加わった要素だ。そしてそれらが14世紀に三国演義という小説にまとめられた。これは史実をもとに民間の講談を取捨選択して取り入れた内容になっている。だから歴史の大枠は外れていないが、フィクションの要素もふんだんに盛り込まれ、物語として非常に魅力的なものになっている。そして日本において非常に多くの人に読まれた吉川英治の三国志は基本的には三国演義をベースにしている。横山光輝の漫画は吉川英治の三国志をベースにして作られている。すると日本人の知っている三国志は基本的には三国演義の内容に基づくものなんだね。ただ最近のゲームや漫画には正史三国志の要素がより多く含まれるようになってきていると言えるだろう。曹操って50年ぐらい前は悪役、嫌われ者のイメージが強かったけど、今は英雄として肯定的に捉えられることが多いように感じるな。それもその変化の表れかも。この正史三国志と小説三国演義のギャップを語っていくとキリがないのだが、今回は桃園の誓いに絞って語っていくぜ。ちなみにこの中丸チャンネルで連続ドラマとして公開している三国志は正史と三国演義、どっちがベースなの？ 100% 正史ベースだ。だから視聴者の皆さんがよく知っているエピソードの中には取り扱わないものがある。桃園の誓いもその一つだな。だから代わりにこうやって解説動画で語っていきたいと思う。わかった。じゃあ前置きはこれぐらいにして桃園の誓いの話へ移ろうか。おとまろは桃園の誓いが実際にはなかったと言うけれど、だったら正史には劉備関羽張飛の関係は何て書かれているんだ？正史三国志の関羽伝にはこう書かれている。選手が故郷で徒党を集めた時、関羽は張飛と共にその護衛となった。戦士というのは劉備のことだけど、分かりにくいから以後は全部劉備って置き換えるぜ。劉備は2人と同じ寝台に休み、兄弟のような恩愛をかけた。多くの人が集まっている席では一日中劉備のそばに起立して仕え、劉備に従って奔走し、苦難や危険を避けることはなかった。ほら、兄弟のような恩愛であって決して兄弟の誓いではないんだ。張飛伝も見てみよう。若くして関羽と共に劉備に仕えた。関羽が何歳か年上であったので、張飛は関羽に兄として仕えた。関羽と張飛は義兄弟の関係だったと言っていいだろう。でもそこに劉備は入っていない。劉備はあくまで主君なんだぜ。はあ、なるほど。劉備関羽張飛の義兄弟伝説が生まれるのはどうやら唐から宋にかけての時代らしい。そして元の時代の講談などには桃園の誓いの場面が描かれるようになる。そうか、フィクションだったのか。それに実は劉備にはこの時すでに義兄弟が別にいたんだ。しかも劉備は弟の側だった。誰だそれ？北方の英雄公孫さんだ。そうなの。たまり劉備と公孫さんって関わりがなさそうだけど。それが終わりなんだぜ。劉備の10代後半から30代前半にかけて公孫さんは劉備の兄貴分であり主君でもあったと言っていい存在なんだ。なんか意外な結びつきだな。それが意外でも何でもないんだぜ。では劉備と公孫さんが義兄弟となった経緯について見ていこう。まず出身地だ。劉備は卓郡卓天の人、公孫さんは陽西郡霊視県の人だ。同じ優秀のご近所さんだね。そう、その上この2人は出身も非常に似ている。まず劉備は漢の皇室の遠い末裔。劉備の祖父の劉裕は後連に推挙され天霊までなった人物。後連になるっていうことは高級官僚予備軍でしょ。
それが賢齢にしかならなかったっていうのはどうして？理由は一切史書に書かれていない。ただ後年に推挙された人物は会いたいキャリアの最初の方で賢齢になる。劉備の祖父は出世する前に亡くなってしまったのかもな。ただ後年に推挙されること自体がすごいことだ。卓軍は人口60万人以上いるが、後年に推挙されるのは1年にわずか3人だからな。そう考えると卓軍の劉氏はそれなりの一族だった。そして劉備の一族に劉元気という人物がいて、彼は一族の中でも劉備が傑出した人物だと見込んで彼の学費を出してやり、自分の子供と同等に扱ったとある。ここから劉元気は卓軍の劉氏の中でも主家筋にあたる人物だったと推測することができる。お金が十分にあり、嫡流で後年に推挙されるような人物だったということか。推測だがな。一方で一族の傍流であろう劉備の父親は優秀または卓軍にした役人として仕えたが、劉備が幼い頃に亡くなった。そのため劉備は母親と一緒にわらじを追ったり後ろを編んだりして生計を立てていたんだ。劉備がむしろを編んで生活していたのは本当だったんだね。そうだ。卓軍卓県の劉氏自体は高級官僚も輩出しうるそれなりの一族だったが、劉備はその傍流だったので貧しかったという風に理解しておこう。わかった。公孫さんはどうなの？公孫さんは家は代々に戦績、つまり軍の大将を出すような家柄だった。これはかなりの名門だね。そうだ。しかし彼は母の出身が卑しかったため、初めは軍の下役人にしかなれなかった。母が卑しいって？詳細不明だが、要は政婦人の嫡出の子ではなかったということ。例えばお父さんが手女に手をつけて産ませたことかだったのかもしれない。こうして見てくると劉備と公孫さんは出自も似ている。もともとそこそこの家柄の出身なんだけど、本人はその本流からは外れたところにいる若干恵まれない存在だ。兄弟やいとこは黙っていても後年に推挙されて順調に出世していくのに、自分は地方の下役人がせいぜいっていう感じか。そうだ。明らかに自分の方が優れているのにだ。いとこと比較してそういう自分の境遇を嘆く夜もあったかもしれない。そんな劉備と公孫さんが出会ったのは西暦175年、劉備が15歳の時。場所は孔子という五漢の都の洛陽に近い場所だ。当時盧植という人物がいた。彼は政府高官であり有名な学者でもあり、当時の皇帝である霊帝からの信任も扱った。ちなみに盧植の出身は劉備と同じ卓軍卓家。おお、すると劉備からすると郷土の星だね。そうだ。その盧植が病気を理由に退職して孔子に居住し、学問を教授することにしたんだ。そこで劉備と公孫さんは盧植のもとに赴いて学ぶことになり、そこで2人は出会った。劉備、公孫さん、盧植は優秀つながりなのか？そうだ。そして公孫さんと劉備は親友となった。公孫さんの方が年長だったので、劉備は公孫さんを兄として仕えた。関羽と張飛の関係がそのまま公孫さんと劉備の関係になるわけだね。なるほど。劉備の義兄弟は関羽張飛じゃなくて公孫さんだったのか。2人は同郷出身で、バックグラウンドも似ていて、どちらも非常に優秀で非常な野心家。おまけに2人ともイケメンだった。共通点が非常に多い2人が意気投合したのも当然かもしれない。公孫さんも劉備もイケメンだったの？公孫さんは司書に姿形が美しく、声が大きく、口が上手で仕事ができたとある。劉備については陳東が劉氏が傑出しよう派の才略を有する点で、俺は劉玄徳を尊敬しているとコメントしている。陳寿も諸葛亮は劉備の劉氏が傑出していることに心を動かされたと記載している。こういう記載が司書に残っているということは、2人ともかなりのイケメンだったと見て間違いないだろう。まあそれはいいとして、バックグラウンドが似ているというのは異兄弟としてもちょうどいい釣り合いなんだよ。こう言ってはなんだが、関羽や張飛はどうやら高級官僚を出すような一門の出身ではない。どこの馬の骨と言っては言い過ぎだが、若い頃は文字を知らず正式な学問を受けることもなかったのではないか。一方で劉備は盧植という東大一流の学者であり、政府高官から直々に学問を授かる、いわば知識階級だったんだね。確かに関羽張飛とは生きる世界が違うのか。ストレートに言うとな。そういう意味でも劉備と関羽張飛が義兄弟というのは無理があると思うんだ。冷酷な真実だな。でも俺はやっぱり桃園の誓いの話が好きだ。史実かフィクションかなんて関係ない。同年同月同日に生まれることはできなかったが、願わくば同年同月同日に死のう。やっぱり泣けてくるぜ。そうだな。そう考えるとやはり小説三国演義は素晴らしいストーリーだ。次回の動画では、じゃあ劉備関羽張飛は本当はどこでいつどうやって出会ったのか、それは黄巾の乱の前なのか後なのかという点について考察していくぜ。
ぜひ次回の中国歴史解説も見てね。